ここから斜面地の行列がね、ずーっとこう石段を上がっていく、道歌に乗って上がっていく灯籠と踊り子の持ってる提灯がですね、ずーっとここ上がっていって、その光景が一番綺麗ですね。もしまた皆さんも見る機会があれば、はい、この場所で見てあげてほしいなっていうのがあります。八瀬斜面地踊りは新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため2020年、21年と2年連続で中止となりました。夜の闇の中を提灯が行列していく幻想的な光景も目の当たりにすることはできませんでした。夏の段階では10歳から11歳の少女たちによる踊り子発表会を行うことも検討されていましたが、緊急事態宣言の発出によりそれも中止となりました。2年続けて斜面地踊りが中止となってしまったことについて、地元の人々の胸中に迫っていきます。八瀬斜面地踊りとは、比叡山のふもと、京都市左京区の八瀬天満宮の境内にある秋元社で行われる秋の夜のお祭りです。八瀬に住む人々は八瀬童子と呼ばれ、古くから天皇家と深いつながりがあります。1707年に比叡山延暦寺との間で訴訟問題が起きたとき、秋元田島守が村人に有利な裁きを下したばかりか、八瀬を租税が免除された土地、すなわち斜面地として改めて認めてくれたのだといいます。この秋元田島守の取りなしに対する感謝として、八瀬天満宮のそばに秋元社を祭り、踊りを奉納したことに起源があると言われています。例年は午前中にお湯敷と呼ばれる湯立神事が行われ、夜に斜面地踊りが奉納されますが、今年は湯立神事だけしか行うことができませんでした。この神事では2つの釜で水を湯立たせ、その中に塩、酒、米を入れます。巫女がその釜の中のお湯を笹ですくって境内を清めます。本来の斜面地踊りでは、午前の湯立神事の後、夜になると4つの宿元から13歳から14歳の女装をした男の子たちが集まってきます。切り紙細工が施された灯籠を頭につけた彼らはとろぎと呼ばれます。女装をしているのは突飛で派手ないでたちで踊る室町時代の風流踊りに由来していると言われています。余町の灯籠はその中よ。十二菓子と呼ばれる男衆が合図を出し、とろぎ、踊り子、音頭取り衆など全員揃ったことを確認すると、十二菓子の先導でゆっくりと八瀬天満宮に進んでいきます。真っ暗闇の中、道歌を歌いながら一団が八瀬天満宮の石段を登っていきます。この時の灯籠の光だけが揺らめきながら登っていく幻想的な光景が、冒頭で岩間さんが一番綺麗だと語っていた場面です。このようなお祭りの一連の行事を実行するために、八瀬の人々はいくつかのグループに分かれて、それぞれが役割を分担します。
トロギが登ってくる行列を石段の上で待ち受けてみるのが見物客には人気です。石段の上では館の周りを回る踊りも見ることができます。特に切子灯籠を作る彫刻部、道歌などを歌う音頭部、少女たちに振り付けを教える踊り部は本番の半年前から準備をします。で音頭取りで7、8人いるしね、提灯2人いるし、で灯籠が8人で警護が8人で踊り子が10人ぐらいいるしね、まあ、いろんなそういう人たちが温度も入れてね、全部入れたらもう50人ちょっと超える。今年もちゃんとした斜面町踊りはできなかった。でまた去年もできてない。でそれはやっぱり今流行りのことで、病のことで病気のことでできないと。でただお祭りを仮にやるとしてこの地域の人たちだけでやるんやったら僕はできると思うんです。でそれはある程度地域の中で理解もし合えるし納得もし合えると思うんですね。彫刻部は切り絵で飾り付けた灯籠を奉納しました。というのも切子灯籠は斜面地踊りにとってとても重要なもので、トロギの行列に使用できなかったとしてもせめて秋元社に奉納したいという希望がこのお祭りに携わる人々の中から出てきたためです。はい、チーズ、もう一枚いきます。記念撮影の後、踊り子発表会をやるはずだった舞台に灯籠を運び込んでもらい、中に火を灯した様子を拝見させていただきました。彫刻部を取り仕切っている中島さんにお話を聞いてみました。灯籠がこう上がっていってこう入ってくるんです、ここに。なんでこの右前の絵が一番いい絵を貼るようにして、でもそこを神様に奉納して見てもらうことなんで。彫刻部の他の方々にもお話を聞いてみました。忘れないように少しずつでもやるように下絵は配ったりはしてます、夜に日が入って動いてるのが一番綺麗ですね無限な雰囲気で、もう本当にヨーロッパに見たことがない雰囲気、です。すごくね、和ろうそくってすごく炎がこう揺らめくじゃないですか。赤い透かし彫りになってるので、模様によったらもう本当にゆらゆらとあれで動いてるみたいな感じになるんですね。この灯籠の祭りっていうのが一番の起源ですからね。それまでは灯籠踊りとか五輪寺祭とかいうふうに言ってるのでね、やっぱり彫刻部にね入ってるので、その切り絵彫ってる時もう全くもう無心になるので、やっぱりこの最後に薄紙を剥がして、どんなになったやろってあの時楽しみやね行列がどんな風に石段を登って境内に入っていくのかを教えていただきました。1、2、3、4、1、2、3、4でこれでずっと上がっていって、しかしここまで1番、2番で来て、で大体3番の温度になるのをこの木を目指してスピードで上がってくるわけです。本殿前の庭の入り口のところに生えている木を通り過ぎるまでに道歌の1番と2番を歌い終えるようにゆっくりと登ってくるのだそうです。ここを揃えて一旦止まるわけです。はい。であーよーいってここをまたいで、ここがまだ。で途中までは横でいいけども、この太鼓地が後ろ向いたら、太鼓地が大体こうやって誘導していくんですね。
やっぱり道歌ってね、その名誉なことなんでしょうね、打つっていうのは。行列が石段を登って境内の中に入ると、とろぎは温度に合わせて館の周りをゆっくりと回ります。そう先生という教える立場で、これが歴代の先生から受け継がれているバチで、もう彼がその後に可憐な少女たちが舞台に登場し、手桶を持った潮汲み踊りや花籠を持った花摘み踊りが演じられるというのが斜面地踊りの本来の流れです。今年のほら、ひょっとしたらできるかもわからんえって言うてたけどね、できひんなったさかいね、まあ今までずっと夜でやってたさかい、昼間あったらまたこうなんていうんですか、華やかな感じで、またこそでの色が何ともいい赤い色がね、明るい見えたりね、夜は夜でまた提灯でまた綺麗になるけどね、5年生の人ちょっと残念やと思うけどね、申し訳なかったと思いますけど、5年生で踊るっていうでね決まってるからね、それが5年生が踊れへんかったさかいね、2020年は踊り子発表会はできましたが、灯籠の奉納ができませんでした。2年連続で本来の形での開催はできませんでしたが、来年に向けて皆さんはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。なんとか来年はやらせていただきたいなというふうに思っています。なんとかこう頑張ってやっていきたいなと思っています。しんどいかもわからん、こっちがへたれてしまうかもわからんな、また大丈夫。いやあかんか今年は湯立神事と灯籠の奉納だけが行われました。来年こそは八瀬の里に灯火が揺らめく幻想的な光景が見られるようになることを願っています。